1月17日土曜日、水面もキラッキラです。お盆休みの間はお天気に恵まれている変わり場です。木々の隙間から木漏れ日が差していて幻想的です。やっぱりお盆になると気温がちょっと下がった気がします。金柑の葉っぱも少しずつ成長してトゲトゲなんかもね出てきたので、もうしばらくしたら鹿の食害に遭うこともなくなるかもしれません。数日前に入れたゴミが植木鉢コンポストの中ですっかり分解しています。コニーニタクルシタロヨシヒコ待て。関係あらへん。こんなシーンパリ五輪で見たな。お前なんなんYoshihiko Shitsu ヨチ Koinen シャゴンさんが手加減してくれてる間にやめなさい。ヨチが一番強いんや。 Wino Short Shaga Sakula Tsuyedi ゴンさんのシャアが迫力なさすぎて草。トーネードタイガー Omae no Wazame Dasainen タヤタリ Wazame Netagil Shidalu Yank 最近ヨシヒコはよくゴンさんに絡んでる。ドドドロッ Dasak お疲れコンさんブラシタイムですよ。 Honma Yale Yale Yedi Shikali Balashi Shitaya 合点承知の助。 Asano Henji Mordasaiwa さて本日も早朝生地こね。今日の生地こねはうどんの生地です。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 50% になります。さすがに手でこねるのはしんどいのでね、メランジュールロボさんにこねていただきました。50% しか水分が入ってないのでめちゃめちゃ硬い生地です。しっかりと生地をこねて小1時間ほど生地を寝かせます。その間ババアは買い物へ。金柑の成長が愛おしいです。本日の買い物でまた農家さん直売コーナーからナスを大量にゲットしてきました。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。ウリ棒のようにナスの皮を縞模様に剥きます。ナスの皮も後で使うので取っておきます。この時期のナスはとっても美味しいのでね、皮すら捨てたくないですね。ナスの一つ一つにラップを巻いてレンジで500ワットで15分ほど加熱します。今回はこのナスで何を作るかというと、かば焼き風なものを作ろうと思うんですけど、フライパンだけでね火を通してしまってもいいんですけど、変わり場ではねガスの契約をしてないので、ガスはカセットガスのガス管を使用しているので、光熱費節約のために電子レンジで加熱をします。トッピング用のネギも切っておきます。ネギをこうやってね細長く切るこの切り方大好きです。このネギは生で食べることになるので、ちょっと水にさらしておこうかな。残りのネギもトッピング用に細かく切っておきます。人参ときゅうりの浅漬けも作ろうかな。人参の半分をちょっと拝借。ナスの皮と人参できんぴらを作ろうと思います。人参ときゅうりをスライスして塩もみをして水分を出しておきます。水分をぎゅうぎゅうに絞ったら漬物容器にぎゅうぎゅうに詰め込んでいきます。今回の漬けだれはお酢と醤油と砂糖。
そしてこの中に生姜にんにくオイルを混ぜ込んでやりましょう。重しを乗せて冷蔵庫の中で小1時間ほど放置。簡単なお仕事ですね。それではうどんを成形してまいります。生地をしっかりと寝かせたので、生地の中に水分も行き渡って、とてもね、弾力のあるいい生地に仕上がっていると思います。作業スペースが狭いのでね、生地を4等分にしてこれを伸ばしていこうかと思います。その前にお湯が沸いたので、塩菜のおひたしを作ります。熱湯で茹でるだけなんですけどね。1分半ほど茹でたらお湯から出して水洗いしておきます。水でしっかりと熱を冷やして水分をぎゅっと絞って、あとはね、もう食べる直前にカットしてね、食卓に並べようと思います。さて、それではうどんの続き。この固めの生地を頑張って薄く伸ばしていきます。こういう時ね、もうちょっと幅の広い綿棒が欲しいところなんですけどね、不思議とね、あんまり売ってないんですよね。ネットとかでね、探すんですけど、探し方が悪いのかな。この狭苦しいスペースとめちゃめちゃ短い綿棒で頑張って麺を伸ばしました。生地同士がくっつかないようにしっかりと手粉を振ります。両面にたっぷりと手粉を振ったら生地を折り曲げていきます。この折り曲げ方はね、生地を切った後にばらしやすいのでおすすめです。ババアはね、視力が悪いので自分が一体麺のどこを切ってるのかよく見えてないんですけど、なんとなく勘で切ってます。センターのところにね、菜箸を突っ込んで持ち上げるとこんな感じで麺がほぐれるのでとても楽です。こんな感じでね、どんどんと麺を作っていきましょう。実際に切ってる時はちょっとよく分かんなかったんですけどね、こうやって動画の編集越しにモニターで見ると麺のサイズバラッバラですね。まあね、構わずにどんどんカットしてまいりましょう。さて、どこのご家庭にもある大鍋、こちらで麺を茹でていきます。過去にね、何度かめんどくさいのでフライパンで茹でようと思ってた時もありましたけど、やっぱね、大鍋しか勝たんですね。めちゃめちゃ茹でやすいです。フライパンで茹でてる時はね、すぐにお湯が濁ってたので、結局2度茹でとかしてたんであまり意味がなかったですね。さて、ナスのレンチンも完了しました。なんか火の通り方にムラがあるのでね、ちょっと硬いところと柔いところの差が激しいんですけど、まあどうせね、これを開いてフライパンで焼くので、まあよしとしましょう。油を引いたフライパンにナスの開いた面を下に置いていきます。しっかりと油を吸わせながら両面を焼いていきます。ナスを焼いている間にしっかりとうどんを茹でました。多分15分ぐらい茹でたと思います。測っとけって話ですけどね。動画が撮れてなかったんですけど、このうどんは流水でしっかりと洗って冷ましました。一旦ナスを皿に引き上げて、残りの3本のナスも焼いていきます。レンチンしただけのナスにね、醤油をかけて食べても美味しいんですけど、ナスビはね、油との相性もバッチリなので、ナスバテ防止にはね、油と一緒にナスを食べるのは最適だと思います。先に焼いたナスを戻したら、砂糖とお酒を少々。
そしてお酒と同量の醤油を入れて水分を飛ばしながら煮込んでいきます。悪魔的に美味しいのがこの絵面でわかりますよね。絶対的に美味しいナスのかば焼きが完成しました。手刈りがやばいですね。そして先ほどのナスビの皮と人参、こちらできんぴらを作ります。ナスのかば焼きの後のフライパンでね、砂糖と醤油を足して炒めるだけなんですけどね、これも間違いないやつです。塩菜のおひたしをカットします。お皿の上に塩菜を並べたら鰹節をパラッと乗せて、最後に上からごまをパラッと垂らせば完成です。あとはね、食卓でそのまま醤油をかけて食べます。きゅうりと人参の浅漬けも完成しました。なんかみーちょさんがずっと泣いてますけど、チュールをよこせと言ってるみたいですね。それではうどんをトッピング。いつものごとくね、サイズ感はバラバラですけれども、いつもよりは細く切るように心がけていたので、ちょっとは細くないですかね。そうでもないか。白髪ネギ風なものをトッピングして、しれっと作っておいたゆで卵もトッピング。高温ジャーの中にね、卵と熱湯を注いでいたら、一晩放置でゆで卵の完成です。ついでに小さく切ったネギもパラッとしとこうかな。そしてサラダとめんつゆも準備。めんつゆの中にもネギパラしとこう。ということで完成しました無限ナスと無限うどん。うどんの上にはしれっとコロッケ乗ってるよ。それではいただきましょう。なんかね、突然唐突に乗っかってきたコロッケがまるでメインのように超目立ってますけどね。なんかね、いつからそうなったのかはよく覚えてないんですけど、ここ最近うどんといえばね、コロッケを添えないと気が済まなくなってる私がいるんですけどね。なんだろうな、テレビで見たのかな。ババアは今塩菜のおひたしに醤油をかけてます。ここ最近ね、この塩菜のおひたしにドハマりしてるんですよね。若干の粘り気とシャキシャキ感があって、茹でてね、鰹節と醤油だけで食べるぐらいなんですけど、めちゃめちゃ美味しいんですよね、これが。さて本日の手打ちうどんですが、本当にサイズ感バラバラです。だがしかしめちゃめちゃ美味しいです。米ぬかが入ってるのでね、小麦粉 100% のうどんよりもツルツル感というものはそんなにないんですけど、舌触りはそばの感覚に似てるかもしれないです。そしてこのね、ナスのかば焼き、ほんとこれ無限に食べられますね。もう美味しすぎてね、ババは夏嫌いだけど、夏野菜だけはもう永遠に収穫が終わってほしくないと思います。ついでに作ったこのナスの皮と人参のきんぴらも間違いないんですよね。ということで美味しかったです。さよなら。